こんにちは。今回は2023年1月下旬に、発売予定の日産ノートを紹介いたします。しかも、90周年記念車モデルです。購入検討中の方は役に立つ情報をまとめていますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは行きます。Now loading。まず、日産ノートは、2023年1月にマイナーチェンジをしました。そのマイナーチェンジに伴って、グレードがいくつか変化し、現在全6グレード存在します。縦軸は車両価格で、横軸にグレードを並べています。グレードは2輪駆動と4輪駆動の大きく2種類に分かれていて、2輪駆動には、標準グレードの X グレードをはじめ、助手席回転シートグレードの3種類存在しています。4輪駆動も2輪駆動と同じようなグレードが存在しています。オーラの販売傾向より、ノートとオーラは2輪駆動が人気があることが伺え、90周年記念車が特に注目されているので、今回は2輪駆動の90周年記念車モデルを紹介します。では、実際に車両を見ていきましょう。日産ノートは、全長 4045mm、全幅 1695mm、全高 1520mm です。オーラに比べると、全幅と全高が少しだけ小さく、スリムなボディ形状になっています。ホイールベース波、2580mm でした。フロントから見てみると、デジタル V モーショングリルとカラードグリルが、とても印象的で目立ちます。デジタル V モーショングリルとは、ヘッドランプの形状も考慮した V 字型デザインのことで、このことですね。カラードグリルは、中央に見える赤い4本の横線のことですね。通常はブラック塗装されていますが、レッドで塗装されています。このカラードグリルを採用することで、V 字のラインがより強調されましたね。赤の横線の先には赤ボディは存在していなく、シャンパンゴールドの過色あるいはヘッドライトが配置されています。赤以外の配色をすることで、境目がはっきり表現されて、V モーションが目立ちます。V モーショングリルが好みな人には受けがいいと思います。加えて、フロントグリルの横線に延長させて、シャンパンゴールドのような色合いの筋がありますが、なぜか途中で途切れているように見え、どうしてくぼみが続いているのかが気になりましたね。筋を伸ばすべきなのかどうかは置いておいて、この形状の良さが私には汲み取りきれませんでした。あとは、エンブレムの下にカメラが内蔵されていますが、他の日産車種では、エンブレムにはミリ波センサーを内蔵しているだけで、カメラは別の場所につけていました。なので、この装備を見た時に、ちょっと違和感を覚えましたね。エンブレム自体はかっこいいので、エンブレムデザインを犠牲にした作りになっていたのはちょっといまいちでした。やっぱり、車はフロントの顔が命ですね。フロントロアには、フォグランプが装備されていました。ロアの下端までレッドで塗装されているのは安っぽくなくて良いと思いました。また、ナンバープレートを高い位置に配置することで、全体的にスリムな顔に仕上がっているのも好きです。ザードランプを点灯させると、このような外観になります。ヘッドライトは、アダプティブ LED ヘッドライトシステムが採用されています。4眼ライトになっていて、実車で確認すると先進感がありましたね。シルバーラインもヘッドランプを引き立てていました。そして、フードにはデカールがついていました。90周年記念車専用フードアクセントデカールですね。よく見ると、中央の反転模様が変化していますね。ただ、デカールにしてはちょっと横幅が狭いような気がします。あくまで、アクセントデザインということですね。続いて、ボディサイドを見てみます。タイヤ周りには未塗装樹脂部品がなく、全体的にスタイリッシュに見えますね。各部位の詳細を見ていきましょう。まず、フロント周りを横から見てみると、分割線があまりに綺麗すぎませんか？ここの分割線ははっきり見えますが、ここの余計な分割線は、よく見ないと気づけなかったです。撮影して編集している時に気がつきました。タイヤ周りの車体パネルにやや折り目がついていますが、このおかげか、タイヤが一回り大きく見えますね。そして、タイヤは、90周年記念で16インチブラックアルミホイールです。XFOUR90 周年記念車で標準装備です。タイヤは、幅 185mm、扁平率 60%、16インチです。ホイールの黒ツヤを活かして、タイヤもワックスをつけてテカテカにすると上品です。中央のロゴも綺麗に配置されていて、このホイールは人気がありそうな気がします。リア側のタイヤはこんな感じです。あれ、よく見ると、ブレーキの機構がフロントと同じように見えないですね。フロントは、ベンチレーテッドディスク式ブレーキで、リアのブレーキは、リーディングトレーリング式のようです。内側からブレーキとして作動するリーディングシューが摩耗するため、
外側から目視で、ブレーキの消耗度合いの確認がしにくいことが難点ですが、最近発売されたホンダの WRV も、同じようなブレーキ機構を採用していて、安く作るための工夫なのだと思われます。ただ、やっぱり、キャリパーがついているとかっこいいですよね。ドアミラーには、ひっそりシャンパンゴールドのラインがついていました。せっかくなら、ドアサッシュ周りにもついていて欲しかったなぁ。そして、リア側ですが、クォーターガラスが三角窓で設定されていて、その先端から溝線が、バックドアガラスの下端に流れていっています。リアのルーフスポイラーは、赤と黒で配色されていて、ボディカラーにマッチしていますね。そして、この分割線も全然見えないです。リアコンビネーションランプに近づくにつれて、ボディもくびれていて、空力性能にも力を入れてそうなデザインです。また、ドライバー側に給油口があるのですが、プッシュでロックは解除できなかったです。続いて、リアを見てみます。マイナーチェンジで大きく変更があった部位としては、リアロアが一体になった点ですね。全体としての統一感が出て、高級感が向上しましたね。また、幾何学模様もひっそり採用しています。近くで見てみると、溝が入っていますね。そういえば、日産アリアでボディとバンパーの一体塗装技術が採用されているようですが、日産ノートにも同じような技術が使われているのでしょうかね。リアコンビネーションランプは、ブレーキ作動時はこのように点灯します。ルーフのストップランプも見やすく光っていて、後方車両視点でも見やすいと思います。そして、バックドアアクセントデカールが、ナンバープレートの横についています。デカールなのになんでここにもついているんだと思いましたが、どうやら、フラッシュ撮影すると、グラデーションラインが浮かび上がるデザイン仕様のようです。つまり、夜間にフラッシュ撮影した際に、よりかっこよく映るということですね。ただそれならもっと大胆に、ボディサイドにも配置してほしいですね。リアだけ撮影することなんてあんまりないし、ナンバープレートの横だけというのは寂しいですね。そして、リアコンビネーションランプの中央を確認すると、残念ながら、中央で分割されており、マイナーチェンジ後も同じ仕様でした。ここはいずれ繋げてほしいですね。よりかっこよくなると思います。私の中でどんなイメージでいるのかというと、この日産アリアのリアのイメージです。それでは、バックドアを開けて、ラゲッジスペースを見てみます。開きました。電動で開け閉めができるタイプのバックドアではありませんでした。ラゲッジルームの照明は左側に、バルブ式の暖色ランプが一つついていますね。後席のリクライニング固定用のストライカーは、真っ赤に染まっています。チラ見せタイプのおしゃれですね。右側は特に何も見つからなかったですね。続いて、ラゲッジボードの下を見てみますね。ラゲッジボードは薄くて軽く、基本的に下に配置されている発泡スチロールで力を受ける構造でした。ラゲッジボードを外に取り出す際は、折れ曲がらないように注意した方が良さそうです。ご覧の通り、非常に薄いです。尖ったものなど局所的に力のかかるものを置く際は注意しましょう。発泡スチロールはバッテリーが置かれている場所だけ部分的に取り外せて、メンテナンス性が高いことが伺えました。12V バッテリーが後席に配置されていることもポイントですね。車のバッテリーが上がってしまった際は、ラゲッジにバッテリーがあることを覚えておくと便利です。ちなみに、これは展示用のバッテリーなので、実際のバッテリーと異なります。また、12V バッテリーなので、E パワーの駆動用バッテリーとは異なります。ランプなどの省電力用のバッテリーですね。そういえば、バックドアを開けると、この位置に黒いチューブが見えますが、触った感じからして、バックドアウィンドウのウォッシャー液用のチューブですね。ここで水漏れしたらバッテリーが濡れないかと思いましたが、左右外側に水が流れるようになっていたので、室内側に水が流れる心配はなさそうです。他の車種もこの場所にウォッシャーチューブがあるんですかね。では、内装を見ていきます。まずは、フロントドアからですね。全体的にプラスチックが多めではあるのですが、スタイリッシュに見えますね。上から順に見ていきます。まず、アッパー部ですが、プラスチックで固めな作りとなっていました。ただ、実際に触ってみると、質感は良くて、あまりゴツゴツした感覚はなかったですね。ドアのコーナー部は窓がついていて、死角が少ないです。ドアハンドルはサテンメッキのようなデザイン。ただのシルバーかと思いきや、ボディの赤も反射して、チタンのような見た目でかっこいいです。そして、ドアのパワースイッチですが、このスタイルのスイッチは、個人的に気に入っています。
スイッチ全体の統一感があるし、操作しやすいようにカーソル部は若干飛び出ていて中央を凹ませて指にフィットしやすいようになっています。サイドウィンドウの開閉スイッチ周りも加色されていて、とてもスタイリッシュですね。そして、そのスイッチの横にはファブリックがついています。このおかげで、プラスチックだけよりも多少作り込まれている感じがしますね。ドアのアームレストはパッドが中にないので、硬めですが、合皮自体の柔らかさは感じることができます。この部分の縫い目のステッチは、合皮の色に合わせていますね。ただ、ドアのプルハンドルのところは違和感があって、ドアを閉めるとき、ここの段差が不快に感じました。ドアロアを見てみると、薄い本やドリンクが収納できる程度のスペースはありましたね。私はお掃除道具を入れがちですが、皆さんは何を収納しますか？そして、ドアスピーカーがありますが、謎のマークがついていました。これはオーラを見てみるとわかりますが、坊主のエンブレムを貼り付ける用のくぼみですね。ノートは坊主がないのになぜかくぼんでいますね。室内側を見ていきます。足回りの内張りはカーペットを包むように作られていて、カーペットが傷ついてしまわないようになっています。ペダルは特に過色はなく、また、フードロック解除のレバーはここについていました。その上を見てみると、給油口のリッドのロックを解除するレバーと、ETC のカードリーダーがありました。シートを見てみます。シートは90周年記念車仕様になっていて、ステッチがシャンパンゴールドっぽい配色なのに加えて、シートが合皮でテーラーフィット仕様です。テーラーフィットは、指の指紋に近い模様をシート表面につけることで、指で触った際に柔らかく感じるようです。撮影していて気がついたのですが、背面や座面の模様が背面の合皮の模様に比べて、少しのっぺりして見えますね。おそらくですが、テーラーフィットは、この白っぽい部分に適用されていて、表面の凹凸が浅いため、光の散乱しづらくなり、白っぽく見えているのだと思われます。実際に触ってみましたが、確かに表面がサラサラしていて柔らかいような感覚がありました。このシートはおすすめ度高いです。ちなみに、ひっそりと90周年記念の札がシートについていました。この限定仕様というのもいい響きですね。シート側面を見てみると、リクライニング調整と座面高さ調整ができるようです。マニュアル操作にはなりますが、車両価格が200万円台なので、妥当だと思います。実際にリクライニングだけ調整してみます。多少前にシート背面が回転しましたね。そして、カーペットはデュアルカーペット仕様でした。フロアマットに比べて、ラバーマットのカバーしている範囲が大きく、裏面はマジックテープでの固定でした。カーペットがむしれるので、あまり積極的には取り外しはできないですが、足のかかとが当たりやすいシートの下までマットでカバーされているので、なるべく新品のまま車両状態をキープしたい人にはおすすめですね。シートベルトバックルは、支えがゴム製になっているので、シートベルトをつける際は少々慣れが必要です。私のエクストレイルも同じ構造なのですが、バックルを左手で持って固定しながら、右手でシートベルトのタング金具を差し込ませています。そうしないとバックルが左右に移動してなかなかタングがはまらない。しかも、ゴム製にしたことで、バックルが移動してコンソールにぶつかるので、裏面にクッションをつけていますね。だから、ゴム製ではなく、金属製の方が嬉しいですね。こちらがインパネ全体の様子です。ステアリング側から順に見ていきます。右側にはベンチレーターとドリンクホルダーがあります。ドリンクホルダーは、横幅が大きいので、スマホも入れられそうです。また、少し隙間があるので、充電ケーブルを通すこともできそうです。数回レンタカーでこのドリンクホルダーを使用しましたが、私はスマホ置き場として使っていましたね。ベンチレーターもあり、夏場のスマホの放熱にも役立ちました。少し操作してみますね。埋め込みタイプではないので、インパネとの一体感があり素敵なデザインです。続いて、ステアリングです。大きな変更はないですが、重厚感があっていいですね。右側はプロパイロット関連のスイッチがメインで、左側はナビ操作用のスイッチがメインです。左手でハンドルを握ると、親指がピアノブラックの過色に当たって、少し不快でした。特に冬だとピアノブラック部が冷たくて気になりますね。コンビスイッチはこんな感じ。こちらが左側で、右側はライト関連、アダプティブ LED ヘッドライトシステム用のスイッチが先端についています。そして、今回から確認項目に加えた、クォーターガラスチェックです。運転席からでもはっきり後部が見えます。インパネに戻って、運転席側から見ていきます。A ピラーは樹脂むき出しになっていました。ただ、不
思議とあまりプラスチックっぽさを感じませんでしたね。ここにはスピーカーが2つ配置されていて、情報提示音がメインで発音されるようですね。インパネ中央には特に何もなく、左端には、日射センサーとライトセンサーがあります。インパネのフィニッシャーとして、今回から幾何学模様が採用されましたが、立体感を感じさせる衣装面で素敵でした。先進感もありました。ただ一点だけ気になったのは、90周年記念車なのにシャンパンゴールドの過色が見当たらなかったことですね。まあ、これでも十分かっこいいですが、どうせならもう少し限定感が欲しいなぁ。グローブボックスを見てみます。今回のマイナーチェンジによって、グローブボックスの中が変わりまして、2段構造になっていました。この敷居トレイは頑丈な作りだったので、実際に触ってその頑丈さをお伝えしていきますね。少し強めに触ってこのくらいたわみます。5kg くらいなら十分耐えると思います。しかもトレイは取り外すこともできて、音符マークがついていました。幾何学模様をつけることで滑り止め効果も期待しているのでしょうかね。ただ、かなりきつくはまっていたため、女性が一人で脱着するのは困難ですね。逆を言うと、それくらい頑丈に作られているということです。また、グローブボックスのリットの裏面にも、幾何学模様がついています。助手席周りは幾何学模様だらけです。実際にトレイを取り外した様子はこんな感じです。上に謎の物体もついていました。そして、ナビは、9インチの23コネクトナビです。アラウンドビューモニターも搭載されていますね。こちらはメーターディスプレイです。完全デジタル式で先進性を感じます。コンソール周りについて、エアコンはこれまで通りだと思いますね。運転席助手席両方にシートヒーターもついています。また、C タイプと USB 充電端子がついていて、どちらもデータ通信もできる仕様です。ワイヤレス充電もできます。シフト周りにはピアノブラックがついていて、シフトや電源ボタンとの一体感があります。擦り傷が気になる人は、スマホ守る君などのフィルムが必要ですね。電動パーキングブレーキ機能ももちろんついています。シフトの下には、ティッシュボックスなどを収納できる大きなスペースがあり、なんと X トレイルにもついていない HDMI 端子がついています。任天堂スイッチもここに置けそう。コンソールのアームレストは幅が狭いので、基本的には運転手だけが使えるスペースしかないですが、一人分なら十分ですね。収納は最低限充電ケーブル類は入れられそうですね。閉めた時にしっかりはまるので、ガタガタすることはなかったです。ルームミラーはインテリジェントルームミラーのため、モニター画面に切り替えることができます。ご覧の通り、かなりはっきり後方が見えるので、間違いなく便利です。サンバイザーを見てみます。ミラーを見てみると、照明はついていませんでした。最悪スマホのライト使えばいいと思うので、ノートだったらいらないかなと思います。中央には SOS コールとランプがあります。最低限欲しい機能は搭載されていますね。ライトをつけてみると、暖色でした。そして、後席ですが、天井は高めだったので、窮屈な感じはしなかったです。最後に、ネット民のコメントをまとめますね。思ってたよりはマシでした。でも個人的には今までの方がシャープさがあって好きです。デジタル V モーションはごつい顔には似合うけど、ノートとかアリアみたいなシャープな顔には合わないと思う。つまらない車しか国内で売らないの？新車を待たされることに慣れた今、外国生産の日産車を扱ったらどうか？海外では往年の日産を感じる良い車がいっぱいあるじゃないの。海外専用車の人気投票を言ったらいかがでしょうか？売れる、売れないは別問題。例えば？みんな口だけで、値段とボディサイズを言い訳に全然買わないじゃん。もう、この顔に飽きてきたんですけど。前の方がシンプルでよかった。X トレイルも米仕様のローグがマイナーチェンジし、デジタル V モーションになっていましたが、個人的にはヨーロッパ車のような上品な雰囲気がなくなり、押しの強いアメ車のようなデザインになったのが残念に感じました。デザインは、人それぞれ好き嫌いがあるから難しいと思うのですが、私はこのデザインは好みではありません。マイナーチェンジでデザインのバランスが崩れることが多いと常々思うのです。このノートもそうなってしまったというのが、第一印象です。特にノートは、初代と2代目もマイナーチェンジで仰々しい顔つきになったと思っていて、今回もそうなってしまった。と思います。リアもバンパー株が変わり、前後ともに重々しい感じになったと思います。
マイナーチェンジ前は廉価グレード標準装備のヘッドライトがハロゲンだったと思います。そのためにあのデザインになったのでしょう。でも、あの顔つきは現行ノートに合っていると思います。どんな車も、デザインだけに限れば、マイナーチェンジ前の方がしっくりくるというのが、私の感想です。車としての完成度は、マイナーチェンジによって高まるのが通例だと思います。全グレード LED ヘッドライトになったのは良かったと思うがこのデジタル V モーションは好みがはっきりと分かれそうですね。自分は前期の方がいいですがそのうち慣れてくるのかな？あのヒゲみたいなグリル、正直やめてほしい。ジャパニーズタイムレスフューチャリズムだっけ？桜やアリアの路線で良かったのに、3年で路線変更ですか？セレナからやはりおかしくなってしまった。現行ノートに載っていますが、やはり現行の方が良いかも。こういうグリルがノートに合っているかどうか微妙なんだよな。かっこよくもないが、かっこ悪くもない。本当に微妙なライン。申し訳ないが、ダサい。現行のノートの顔の方が、シュッとしててかっこいい。対してマイチェン版は、何かヒゲ生えた？グリルが一昔前のような横ルーバー？激しくダサすぎる。まさかオーラもこの方向性でマイチェンしないよね？また日産車が売れなくなるよ。ノートオーラってめちゃくちゃ良いデザインだったのに。燃費スペシャルの F グレードはまだしも、業務用車やレンタカーで使えそうな S グレードも廃止なんですね。ホイールキャップのデザインは取ってつけた感があって、なんだか微妙。以前の方がスッキリしていて先進感あったように感じる。といった感じのご意見がありましたよ。私のコミュニティのアンケート調査では、少しマイナーチェンジ前の方が良いという意見が多かったですね。正直私はノートよりもオーラ派なので、どっちでもいいのですが、ノートを購入希望の方は、アクセサリーパーツの選定には気を使ってみてください。それではまた。